どうも、徳丸です。一生懸命働くことがいいっていう風潮がありますけど、僕はそうは思わなくて、最近は。やっぱり長すぎるし、8時間労働っていうもの、そしてそれを週5日間やるっていうこと。で、でもその働くことが、働かなければならないっていうか、働くことは偉いことだとか、すごいことだとか、いいことだっていう、やっぱり圧力はずっとあって、昔から。で、働かない人に対しての、その視線とか、やっぱ圧力も結構かかっていて、でもそれによって、やっぱ精神を病む人ってものすごく多いんですよね。で、僕自身もそうだったんですよ。一番最初本当に就職したんですけど、カメラマンになる前のことですよ。普通のね、スーツを着て出勤するような会社に就職をして、東京に出てきてから。で、そこもう3ヶ月で辞めちゃったんですけど、もうね、やっぱりもう途中からうつ気味にもうなりましたね、すぐね。で、研修の時とかはものすごく仕事頑張るぞみたいな感じで、やっぱりその新卒で同じ仲間たちもいて、すごい頑張る雰囲気あったんですけど、本当に最悪なところで、そこが。で、パワハラみたいなね、上司がいて、小さな部署だったんですけど、その上司がもう何言っても、何言っても聞かないポンコツっていうか、今見てたら、今この僕の動画見てたらね、面白いですけど、で、そいつのおかげで僕はこういう今生活ができてるって、でもそいつのおかげっていうのもちょっと失礼だね。そいつのおかげじゃないね。そいつは関係ない。もう、だって3ヶ月で終わってるんだから。でも、そこをやめてないと僕はもしかしたら、この世に存在してないかもしれないって思うくらいに病んでました。22とか22歳ですよね、多分ね。で、いきなりさ、その学生みたいなところから、そういう大都会、大都市、東京とかでサラリーマン生活を開始するって、ものすごくハードルが高いことなんですよ。で、それができる人っていうのは、本当に一部だと思っていて、それを当たり前だと思わないでほしいんですよね。この会社で働くとか仕事を頑張るとかって頑張れるのが普通だって思わないでほしいというか、でもようやくそのインターネットとかこういう YouTube が出てきて、働かない人もいるんだとか、ある程度プラプラしてても大丈夫なんだっていう認識が広がってきて、だから結構救いになってる部分もあるんじゃないかなって思うんですよね。それによって逆にそのインターネットに接続することによってのメンタル被害とか弊害も出てはきてるんですけど、でもやっぱりそれ以上にその働くことによって自分の精神が本当にダメになっていく人たちの方が多いんですよ。で、特にこの東京とかだと、もう満員電車乗ったことがある人はわかると思いますけど、朝の通勤ラッシュという、その朝と夜の通勤ラッシュですよね。退勤ラッシュですよ。あれが、その異常さというか、でも異常さもやっぱりしばらく生活してると結局慣れてしまうんだけど、でもその慣れてからがやっぱり怖くて、で、それに慣れてしまうと、いろんな自分の本来持っていた感覚だったりとか、センスだったりとか、純粋な気持ちだったりとか、そういうものも全て奪われていくんですよね。で、それは全てその労働を元にするものだったり、あとはその社会的な構造だったり、会社っていう組織的な構造だったり、そういうものがそうさせていて、でも本来誰もが多分生まれてきた時は何も考えずに自由だったはずなんですよ。で、特にこの日本っていう恵まれたね、環境の中で育っている人たちはもちろん大変なご家庭の方もいるかもしれないですけど、でもなんとなく生まれて、食べることができて、で、義務教育っていうかね、小学校ぐらいまでは、小学校、中学校までお金がかからずに教育ができて、学べて、みたいなところで、その子供の頃の思考っていうのはやっぱりそういうところに、型にはまってないので、
ものすごく自由だったはずなんですよね、誰もが。でもやっぱり就職した途端に、そういうものがなくなると。で、なんかよく冗談でね、バンドマンだった人が、これまで学生ですごい長髪だった人が、就職のために髪を短く切って、で、スーツを着て、別物になっていくっていう、そういうストーリーが描かれたりしますけど、で、自分はまさにそういうところにいて、音楽しかずっとやってこなかったんで、この社会人としてスーツを着て働くっていうことがものすごく辛くて、で、それはでも自分の、東京の原体験みたいなものとして残っているし、でもそれがあったから、その反動的に自分はクリエイティブの道に、写真という道に進む決心ができたんですよね。だからあれで、多分あの時に中途半端になんかその会社員とか仕事ができていたら、で、だらだらとその会社員を続けていたら、自分は今みたいに自由に時間を使えてなかったし、こういう自由な生活はできてなかったと思います。よく自分がやりたいことを見極めるときに、何かやりたいことを探すよりも、やりたくないことを削っていく。消去法で自分が嫌なことをやめていくっていう方が近道だっていう話を僕してるんですけど、まさに一番最初の僕にとっての嫌なことをやめるっていうのが、その最初の会社員、正社員を辞めるってことだったんですよね。うん。だからそれができたから、そこを一番最初に排除できたから、その後の流れがスムーズにいくことができて、もちろんものすごいその後に困難にぶつかったりとかしたんですけど、ものすごい苦しい生活していた時期もあって、でもその頃から部屋の広さとかは変わってなくてね、なんか今とその生活スタイルっていうのはそんな変わってないんですけど、でもやっぱり働く時間が1日8時間から10時間、14時間、長い時で15時間、5、6時間働いて、で、それを週5日間とか6日間とかやってるような時もあって、本当に苦しい時もあったんですけど、でもやっぱりそういう反動として、その中で今度は、そのきつい中でまた今度は自分にとって不要なものを手放していくっていうところに入って、で、途中からミニマリズムが入ってきて、で、ますますそれを、理論立てたりして手放すことができるようになったので、楽になったなと。で、そういう意味では、途中でそのミニマリズムが入ってきたことは、自分の、今の生活にかなりつながる部分でもあるし、このようなサイドファイヤー的な生活をするための一つの大きな鍵になったなと思います。ターニングポイントになったなと思います。で、この間なんかたまたま見てて、アベマかなんかのチャンネルだったと思うんですけど、結構前の動画で、なんかファイヤーした人を小馬鹿にするみたいな、動画があって、アベマですね、多分ね。で、あれ見てなんかすごく嫌な気持ちになりましたね。で、コメント欄見てみると、やっぱりそういう人たちが多くて、そういう人たちっていうのは、やっぱりファイヤーを頑張って、目指すとか、なるべく働かないようなやり方に自分の人生を持っていくっていう人がやっぱり多分多くて、でもやっぱりそのメディアっていうか、で語られている圧力っていうのは、いや、働いた方が楽しいでしょうとか、お金をその配当からね、年間300万円とかもらうんじゃなくて、もっと稼いで自分がやりたいことをやった方が楽しいでしょっていう、やっぱりどうしてもそういう世間的な圧力になるんですよね。働いた方が楽しいって。でもそれは結局、働くことが楽しい人のポジショントークであって、楽しい会社で働いている人はそれでいいですよ。自分が楽しいんだから。でも、そうじゃない人もいるってことですよ。働くのがきついっていうね。で、もう自分の働いてる会社がもう面白くないって。でも、毎日出社しなければならない。同じ時間に。そして、今日も6時とか7時とか8時まで、この場所にいなきゃいけないって。で、それが一度でもやったことがある人なら多分わかると思うんですよね。だからそういう番組に出てる人たちっていうのは、いわゆる芸能人なので、下手したら就職の経験とかない人も多いわけですよ。で、やっぱり就職とかバイトの経験がないような人ってやっぱ結構いて、で、子供の頃からね、裕福だったりとか、あとは専門職とか自由業とかで、やっぱり一つの業界に長くいて、就職したことありませんみたいな人ってやっぱ多いんですよ。でもそういう人たちには多分ね、この働いて辛いっていう気持ちはわからないでしょうね。
なんか会社員として働くことがいかにきついかっていうこと。で、これは僕も知ることができてラッキーだなと思います、今は本当に。もちろんその時はものすごく嫌だったけど、でもそれがあるからこそ僕は早くファイヤーしたい人とか、そんなに稼がなくてもいいから、質素な生活をしながら静かに暮らしたいっていう人たちの気持ちがわかるんですよね。だから自分もそっち派なんで。だから僕はその莫大な資産を築きたいとかそういうのは全くなくて、最低限食べれて静かに暮らすことができる。むしろ自分の時間を今日、そして明日、一週間、これから自分が生きる時間を全て自分の力でコントロールできるような自由の方が自分にとっては大切なんですよ。だから、クライアントから何か言われて、どこかに行って撮影をしたりとか、なんかお願いされてミーティングしたりとか、そういうのが全くないと。自分の仕事とか自分の一日を全て自分で組み立てるっていう、もう圧倒的な自由っていう、そっちの方が大事なんですよね。で、その価値観っていうのはやっぱり人によって違っていて、で、その違いをだから認めるってことが大事だと思っていて、それを押し付けてはいけないし、何かそういうふうに頑張ってファイヤーしようとしてる人とか、あるいは逆もそうですけど、頑張って就職しようとしている人とか、正社員を勝ち取ろうとしている人を馬鹿にしてはいけないと思うんですよね。でそれぞれのその価値観とか立場があるし、で、あとは同じように、会社員になりたい人とか、ファイヤーを目指したい人の中にもものすごくグラデーションがあって、で、だから結局リーンファイヤーだったり、サイドファイヤーだったり、コーストファイヤーだったり、いろいろファイヤーにもいろんな種類が生まれてるわけですよね。だから、そのグラデーションがある中で、やっぱり一様に言えないっていうことはあると思います。でもそんなことを言いながら、僕がこうやって動画で伝えることも結局その一元的なインフォメーションというか伝え方になって、それが人によっては全く違うように受け取られることももちろんあるんですけど、で、僕が考えたのは、やっぱり社会的価値観だったりとか、圧力みたいなものに屈してはいけないなってことですね。やっぱり働いた方がいいとか、働いてる人が偉いとか、やっぱそういう感覚があまりにもやっぱり強すぎて、でもそれって結局国力とかね、なんか日本の経済力とかっていうところにもちろん繋がってはくるんですけど、でも、ちゃんと個人で稼いで、ちゃんと稼いだ分をきちんとまとめて納税するっていうね。納税っていう義務をやっぱりどの個人も負ってるわけで、で、そこを果たしていれば、ちゃんと国に対してフィードバックは、していることになるので、それだけで貢献しているし、存在しててもいいと思うんですよ。で、でも全体的にやっぱりそういう社会が不安定になったりとか、就職の数が減ったりしてくると、どうしても、経済力が停滞するみたいなことはあると思うんですけど、だから最近は実態が伴っていない株高とかって言われますけど、だからバンバンね、株は上がるのに自分たちの生活は良くなってないと。で、インフレになって物の価格は上がり続けるのに、会社からもらえる給料は全然上がらないと。で、ますます生活は苦しくなっていくっていう、そういうふうな状況になっているわけです。で、そうなってくるとやっぱりどうしても社会は不安定になったりして、で、格差がそれによって広がっていったりとか、で、その広がることによってまた問題が起きたりとか、亀裂が起きたりとか、そういうふうになっていってるんでしょうけど、だからなんか自分も、こうやって生きてて、結構そういうふうなことを、周りから聞いたりとかですね、あとはいろんな人の発信見たりとかで読んだりとか、でもやっぱりなんかそういう圧力というか、が結構強まってるなっていう気がしたんですよね。だから話は散漫になっちゃったんですけど、自分で働いていて、本当に苦しい人は、ちょっとあんまり無理をしないでくださいってことをちょっと言いたいです。ゆるくやるというか、ゆるくやりましょうっていうか、なんかもう頑張らないっていうか、なんか頑張らなくてもいいじゃないっていうか、でもなんかそういうことを言うとね、やっぱ怒る人もいるんですよ。いや頑張らないじゃないだろ、頑張れよって。いや、それは分かってますよって。だから、頑張る時期っていうのはもちろん必要で、ね、だからそれが10代、20代あるわけで、で、みんな頑張ってきているわけですけど、でも頑張ってもどうしようもない状況の時もあるし、で、頑張ってもどうしても報われない時もあるんですよ。で、そんな時はさらに頑張ると、また空回りしちゃう時もあるんで、ちょっとふっと手を抜いてね、手を抜いて楽に、行きましょうよ。大丈夫だって。ネスカフェでも入れて、
大丈夫だって。大丈夫です。大丈夫ですから。あなたのライフは大丈夫です。何を伝えたいかわからない動画になりましたけど、今日はこれくらいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャオチャオ。